2番目の旅行の時は初めて日本に一人で行きました。ホテルじゃなくて小さいホステルに泊まったんですけど、多分その最初の朝だったんですけど、朝6時に急に外から大きな声で大きな声が聞きました。それで起きちゃって、何って。はい、皆さんこんにちは。エリサ・マリアです。このチャンネルではいろいろなフィンランドの紹介や私から見た日本の話をしたいと思います。はい、じゃあ今日は何話しましょうか。じゃあ今回は日本に行ってびっくりしたことについてちょっと話したいと思います。最初はパート1、日本に初めて旅行してびっくりしたこと。そしてパート2、日本に住んで日常生活で困ったことについても話したいと思います。やっぱり他の国に行かないと日常生活の中でもこういうことにもこういうやり方があるとか、こういう私と違う考え方もあるとか、そういうのも分かってくるから旅行するのは楽しいと思います。じゃあ最初はパート1、初めて日本に行ってびっくりしたこと。初めて旅行で日本に行った時は2007年でフィンランド人の友達と一緒に行きました。2003年からは日本の音楽聴いたりドラマ見てたり映画見てたり日本の文化とかも習ったりしてたから、あんまりカルチャーショックはなかった気がします。でもやっぱり行ってみるとちょっと違う感覚です。フィンランドでは人が少ないので日本に行くとそれに比べると多分人多くてどうなるかなと思いました。でも意外と大丈夫でした。もちろん人が多いんですけど、街の中とか電車とか人が多いところで日本人がやっぱりみんな周りの人を考えてるから、それで全てがスムーズになってると思います。フィンランドに比べてみるとやっぱりそういう個人主義なところがあるので、電車とかで自分が好きなように動くとかちゃんと並んだりしないとか、そういうところもちょっとあると思います。そして日本人がみんな親切だというイメージが前からあったんですけど、びっくりしたのは例えば街の中でマップを開いて絶対すぐ誰かから声かけられるということです。例えばマップを見せてここに行きたいとか言ってたら、その相手はただ教えるんじゃなくて自分で連れていくということにすっごいびっくりしました。全然違う方向に向かってるかもしれないけどわざわざ連れていくのは本当にすごいと思いました。それで優しいなと思いました。そして2番目にびっくりしたこと、一緒に写真撮ってくださいと言ってる人が多いということです。やっぱり外国人で目立つから興味ある人が多いかもしれないんですけど、普通に街の中とかで声かけられてただ写真撮ってバイバイするという人が多かったかもしれません。ちょっと有名人かのような感じでした。でももちろん別に有名人とかじゃないからちょっとおかしく感じました。まあでもやっぱりこういう顔で目立つから日本に行った時は絶対私のモテ期でした。ちなみにフィンランドでは全然モテません。それでもびっくりしたことは自分のあんまり好きじゃないところが褒められてるということです。例えば肌白いから羨ましいと言われることが多いんですけど、フィンランド人はやっぱり日焼けしたいからフィンランドでは白いから日焼けしてくださいと言われます。で3番目にびっくりしたことは電車の中は静かだということです。またフィンランドに比べると電車の中で人が普通に話したり電話で喋ったりたまにヘッドホンなしでも音楽聴いてたりするから、そういうのはあんまり好きじゃないです。日本に行くとやっぱりみんなが携帯をマナーモードにするし、あんまり大声で喋らないしのんびりできる感じだと思います。日本では電車の中で寝てる人が多いということもすっごいと思います。フィンランドだと寝ると物が盗まれることもあるから絶対寝られない。寝るのはダメ。でも逆に日本ではリラックスしてのんびりして寝ることができるから、ちょっと日本にいるだけで私も同じように日本人みたいに寝るようになりました。こうやってこういつも寝てました。その電車の椅子はどうしてそんなに快適ですか？本当に知りたいです。そういう椅子は家にもいたらいいと思います。それで思い出したんですけど、2番目の旅行の時は初めて日本に一人で行きました。それは2009年の11月から2010年の1月だったんですけど、一人で行きました。
その時はホテルじゃなくて小さいホステルに泊まったんですけど、多分その最初の朝だったんですけど、朝6時に急に外から大きな声でわっしょいわっしょいわっしょいという大きな声が聞きました。それで起きちゃって、何って。その時はわっしょいって何かと全然知らなかったし、もしかしたら何か緊急の時の合図かと思ったんです。朝の6時だったし、ちょっと怖かったんです。でも窓から外見たらあんまり何も見えなかったから、まあいいかと思ってまた寝ました。それでは次はパート2、日本に住んで困ったことです。旅行で3回行ったことがあったんですけど、やっぱり実際住んでみるとちょっと違いますね。留学は2014年の9月から2015年の8月の終わりまでだったんです。1年間です。私は奨学金だったから、その奨学金で家賃払えることができて、一人暮らしができました。そのアパートはすっごい好きだったんですけど、やっぱりフィンランドのアパートに比べるとちょっと違うところもあるから、それについてちょっと話していきたいと思います。最初は台所です。私は料理を作るときに結構オーブンを使ってるんですけど、もちろんフィンランドのアパートではどこでもオーブンがあります。でも日本ではオーブンがないアパートが多いそうなんですけど、そのアパートにもなかったんです。例えばフィンランドの伝統的な料理、マカロニカセロール、マカロニラーディッコは普通にオーブンで作るんですけど、その時はちょっとクリエイティブにならないといけなくて、どうか鍋で作ることができました。そしてやっぱりストーブも違うですね。フィンランドのストーブは普通は電気なんですけど、もちろん日本はガスです。それも慣れてなかったから最初はちょっと怖かったんです。でも普通に慣れてからは全然大丈夫でした。それでも次はエアコンのことです。フィンランドのアパートは暖房は床とか壁の中に入ってるから、そういう別の暖房とかエアコンはあんまり使わないです。でも日本はやっぱり床とかには暖房ないから、冬になるとすっごい寒いですね。家の中知ってたのにびっくりしました。暖房をつけるとお金かかるから、夜とかはそれを使わなくて、すっごい暑い服を着てこうやって寝てました寒かったんです。逆に夏の時はすっごい便利でした。フィンランドのアパートではそういう日本のようなエアコンがないから、夏はすっごい暑いです。家の中ただ窓とかドアを開けることしかないです。ちゃんとした扇風機を買わないと困ります。2番目はゴミの処理です。日本ではゴミはマンションの外にあるところに捨てるんじゃないですか。例えば月曜日は生ゴミとか、水曜日は燃えるゴミとか、そういう感じで捨てられますね。フィンランドとは全然違います。フィンランドではもちろんちゃんとリサイクルしてゴミを処理するんですけど、マンションとかの外にそういうゴミを捨てるところがあって、そこにはここには生ゴミ、ここに段ボールを捨てるとか、ここに紙を捨てるとか、そういうところは分けてあります。なのでそのゴミは積もっていっても大丈夫です。それはやっぱり便利だと思います。日本では例えば月曜日は生ゴミだったら、そのゴミを捨てる時間はその月曜日の朝かその前の日曜日の夕方の中日の後とかだったんですかね。それを持って忘れちゃうともう捨てることができなくて、ただそのまま家にキープするしかないですね。例えば生ゴミを捨て忘れちゃうと困りますね。特に私は記憶力は良くないから忘れちゃったことが多かったです。3番目に困ったことはインターネットバンキングはないということです。フィンランドではほとんどのみんながインターネットバンキングを使ってて、普通にパソコンとか携帯で家賃とか払うことができます。それは本当に便利だと思います。でも日本ではコンビニとか郵便局に行かないといけないんですね。それはちょっと困りました。やっぱりインターネットで払うとそれもいつでもできるんですけど、どっかに行ってそこで払うことだったらまた忘れちゃうとそのところが閉まっててもう払えないということもありますね。これもまた記憶力がない私にちょっと大変でした。最近では日本でもインターネットバンキングを使ってる人もちょっと増えてると聞いたんですけど、それがいいと思います。でも私が住んでた時は使えなかったんですね。4番目に困ったことは、携帯を買うなら
キャリアがつながっているということです。フィンランドではその携帯を買うとキャリアを選ぶのは別のことです。そしてこのキャリアを選んだということでも途中で交代ことができます。ただ普通に携帯に SIM カードを交代するだけです。でも日本では携帯を買うときはそのキャリアがつながってるんじゃないですか。それにも例外があるかもしれないんですけど、留学してた時はそう言われました。日本の携帯で SIM カードを変えることができないからフィンランドから持っていった携帯は使えなかったんです。なので新しい携帯を買わないといけなかったんです。その時誰かが学校に来てそれはどうやってやるかと教えてくれたんですけど、やっぱりちょっと自分で研究すればよかったと思います。何のキャリアだったかとよく覚えてないんですけど、その契約は2年間か3年間にするしかなかったけど、私は日本にいたのは1年間だけだったからそれは困りました。そして帰国する前にその携帯会社のところに行って帰国するから辞めたいと言ってた時はすっごい大きい料金が払わないといけなかったんです。いくらかよく覚えてないんですけど、絶対1万とか2万くらいだった気がします。よくわからないんですけど、なんかちょっと騙されたという感じですね。5番目に困ったことは、パンと乳製品の種類が少ないということです。フィンランドのスーパーに行くと、種類が本当に多いです。ヨーグルトとか何でもそういうものが多いですけど、日本では少ないからそれはちょっとがっかりでした。そして私はパンが本当に大好きです。フィンランドでは全粒で作られたパンとかライム基板とかパンの種類が多いんですけど、日本ではホワイトパンが多いですね。ちょっと甘い味のパンが多い気がします。日本人のパンの食べ方を考えると、こうやってパンを分けて食べる、それが例えばちょっとジャム塗って食べるとか、そういうのが多いんじゃないですか。フィンランドのパンの食べ方はパンの上にバターを抜いて絶対ハムとチーズを乗せて、またその上にキュウリとか乗せるのが普通です。日本ではそういうサンドイッチ用のハムとかチーズとかはフィンランドに比べると種類が少ないと思います。それはやっぱりちょっと困りました。その1年間はパンと乳製品が恋しかったです。今は日本食が恋しいです。はい、それではこの話を聞いて皆さんはどう思いましたか？やっぱり他の国に行って住んでみると日常生活でも新しいやり方とか新しい考え方が習えるから、それが面白いと思います。じゃあ皆さんは他の国に行ってびっくりしたこととか他の国に住んでみて困ったことがあるなら聞きたいから下にコメント書いてください。そしてチャンネル登録もグッドボタンもよろしくお願いいたします。はい、じゃあまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。お